はい、皆様こんにちは。ボンバーモーセ姫です。今から鈴で浄化をしていきます。はい、改めましてこんにちは。ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、質問等いつもありがとうございます。今日は1月1日に起こった地震のことを見ていきたいと思います。私は陰謀説というのを私個人的には信じていて、今回も地震が起こった時にまず何か自民党が隠したいことがあるんだなと。今検察がいろいろ自民党にいろいろ調べたりしてますよね。そのことかなと思って、それを隠したいがために地震を起こしたんじゃないかと思っていました。そうするとそれ以外の大きな通過させたい議題があるようなので、この隙にしていく可能性があるんじゃないかというふうにも感じられ、ますます私自身はこの地震のことを人工地震というふうに感じております。ただ私がそう思っているんですけれども、カードがどうなのか、カードがどう教えてくれるのかを見ていきたいと思います。まず左側のルノルマン、こちらが人工地震だったかどうか、人工地震ですね。そして真ん中のカードが自然災害だったのか。まずこの2つをルノルマンカードで比べていきます。そして一番右のタロット、今回の地震で伝えたいメッセージ、スピリチュアルなメッセージをお伝えしたいと思っています。じゃあ早速カードはシャッフルしてるんですけれども、じゃあまず、人工地震だったのかどうか。人口っていうと、自民党、強いてはね、アメリカ、のプラスになるようなことがあるのだろうと思われるんですけれども、はい、人工地震だったのかどうか。はい、じゃあ見ていきます。クマ、これ権力のカードです。過去に権力者が何か動い、今のところカードを2枚ずつ出していくんだけど、1枚目のカードはこういう権力っていうカードが出てるから、増税メガネにこんな力があるのかって思えないから、影の支配者とか、アメリカとか、船、手紙、アドバイス、ネズミ。はい、そしてこれが左側がいわゆる人工地震を作った側、右側が国民っていうことでいいのかな。そして結論ですね。人工地震を作った側、ワンちゃん。はい、そして国民、周りの環境なんだよね。コウノトリっていうかね、外国のカードが2枚出ていて、そして結果、ここタワーもまたこれも強い、例えば大企業とか大きな国家とか、そういう意味があるので、はい、じゃああと1枚ずつ出していきます。はい、過去にクマと花束、やっぱりこれアメリカかな。船と子供、手紙とハート、ネズミと星、そしてワンちゃんとカマ、コウノトリとユリ、タワーと棺桶。はい、お待たせしました。まず、
今回大切なのがここの過去なんですよね。まず過去っていうのが、この地震を起こした過去の時期ということなので、もうこれは権力のある国家が、自分の利益のために花束だからなんかプレゼントとか好意的な気持ちとか、相思相愛とか、そういう意味があるんですけれども、日本と仲良しの権力のある国って言ったらアメリカですよね。はい、私はまずアメリカだと思っています。そして、ここが、アメリカの、気持ちというか状況というか、ワンちゃんと釜が出てるので、これは今までこういう見方をしたことはなかったんだけれども、一般人の犠牲。これ、180と見るか、1810と見るかって感じなんですけれども、もうそういう、もう犠牲は、なんていうのかな、もう覚悟の上みたいな。そして結論のところがタワーと、棺桶のカードが出ているので、私はこれはやっぱり、人工地震だと思います。じゃあ今度はこちら。今度は、じゃあ自然災害だったんじゃないか。じゃあこれをルノルマンに聞いていきたいと思います。はい、まず落ちたカードが女性のカードなんですよ。女性誰？女神様、アマテラス大神様、女性のこれ神様かな、守ろうとしてくれたのかな、もしかしたら。はい、じゃあこれが自然災害。雲、手紙、子供、魚。こちらが自然災害の側だから、今ね女性のカードが出たから、自然イコール神様かなと思ったんだけど、クロス。そして私たち側、周りの環境、花束。そして結論がクローバー。あと1枚ずつ出していきます。雲とハート。やっぱり自然の方ももちろん状況はなんていうのかな、怪しい感じはあったんですよ。いつ起きてもおかしくないみたいな、そういうのはあったんだけど、今回はでも自然じゃない、自然に力を入れたからできたっていう風な感じ。はい、そして手紙と道、子供と木、無知と魚、クロスと山。このタワーはここのタワーと一緒です。このタワーと一緒。こっちへここのカード。そして結論がね、またワンちゃんが出ましたね。クローバーとワンちゃん。はい、まず、今回は自然災害ではありません。なぜならばまだ起こる予兆は若干あったんだけど、でもまだ自然と調和してるんですよ。自然と日本がすごくなんていうのかな、思い合ってるっていう感じなので、なんかこれが自然に起きたとは思えない。ただここが神様、が、神様が今回、私はこれは関与してないって感じかな。むしろ守ろうとしてくれたと思います。クローバーが出てるから。守ろうとしてくれて。で、今さっきのね、ワンちゃんのカードがね、ここ出てましたよね。いわゆる、
私はこれを、アメリカとすると、アメリカがもう民間人の犠牲はやむを得なしみたいなことを思ってたとする。でも、神様はこの民間人を少しでも一人でも二人でももう助けるようにいろいろな奇跡を逆に助けるために起こしてくれたっていう感じがするので、今回私はもう過去のカードから見てズバリ権力者が自分の利益のために起こした。そして、この数百人か数千人かのこの犠牲はもうやむを得なしっていうことで、これは、最終的には増税メガネも了承をしていたことだと私は思われます。はい。じゃあちょっとこのカードの上になるんですけれども。はい、今度は、じゃあこの地震からのスピリチュアルな私たちに何か気づかないといけないこととか、そういうメッセージを見ていきたいと思います。はい、じゃあ開いていきます。今からカードを9枚出していきます。はい、上に重ねていきます。まず、コインの2のリバース。今回の地震で私は人工地震と思っているんだけど、でもそれでもやっぱり地盤が崩れてしまった、歪んでしまった、そういうことがあるから、みんなの世の中の生活、地震が起こった地域の方だけじゃなくて、かなりこれは日本全体に、もちろんアジアも含めてなんですけれども、かなり地盤が緩んでいるとか歪んでいるとか、そういうことをまず言ってるような気がします。はい、そしてソードの6、これね、外国のカードとか旅行のカードなんですけれども、今この地震の時に日本にいた海外の人とか、あとはもうね、お正月っていうこともあったから帰省された方とかもいるんですよね。そのことを言ってるのかな。ちょっとあと1枚。はい。忍者が出た。はい、わかりました。今もう地震が経ってもう数日経って、やっぱり72時間以内とかいろいろ言われてるんだけど、帰省している人、外国人の人がまだ見つかってない人がいるって出ていて、この地面の中っていうことを言ってるんですよね。なのでまずこれを早く、この人たちを早く見つけてあげてほしい。そう言ってるような気がします。これ隠された出来事っていうことなんですよね。特に、これはアドバイスとか陰謀生活の人とかなので、どっちかっていうとご年配の方とかを表してるのかなっていう気がするんだけど、なんかその人たちをぜひ助けてあげてくださいっていう風に言ってるような気がする。まず、そういうものすごく現実的なメッセージ。そして世界の逆、世界のリバース。ワンドの10、聖地。ソードの8、リバース。このメッセージ。今回、私は人工地震というふうに思ったんだけれども、もう世界がやっぱり今もう世界中が地球全体がおかしくなっていて、もちろん大気汚染とかお水とか海水、空気もう全部言えると思うんだけれども、地球が
球がもう支えきれなくなっているって出ていて、なんかこう、もう空気も汚くなっている、水も汚くなっているっていうことで、なんかこう地球からのなんか緊急メッセージみたいなものを感じるんですよ。もうこれ以上こう地球を汚すのをやめましょうとか、地球に負担をかけるのをやめましょうとか、そういうことを言ってる。なんかみんな今回は人口だったとしても、でもなんか気づいてって、やっぱりもう地球は支えきれなくなってるよ、みんなのことをっていう風に言ってる。そして一番深い気持ち、ワンドの4リバース、コインのページリバース、カップの10。ここはですね、見事なぐらいに家族のカードなんですよね。今こう帰省されて亡くなられた方とか、怪我をされた方、被災された方というのは、こうなんていうのかな、もし今回こういう大きな出来事にあったとしても、あなたはもうとっても家族としてもう愛されていますと。いろいろな辛いことが今現在でも起こっている状態、 ING 状態だったとしても、あなたには幸せな家族が、もし天国に行かれたとしても見守っている、あなたのすぐそばにいるっていうことをすごく言ってるんですね。特にちっちゃなお子さん、赤ちゃんから私はこれ小学生ぐらいの子たちになんか特にこのメッセージをなんかより伝えたいのかなって気がするんですけれども、こうお父さんお母さんを大切にしてねとか、おじいちゃんおばあちゃんを大切にしてねとか、こう家族っていうのはとっても尊いものでとっても素敵なんだよと。でもそのバランス、家族のバランスがなんかこう欠けていたり、コミュニケーションが取れていなかったり、兄弟家族仲が悪かったり、そういうことじゃなくって、ご両親はあなたのことを愛してるし、そしてあなたもきっとよく言われることですけれども、家族を持った時、親になった時分かるというふうには言われているんですけれども、家族のありがたさ、ご両親のありがたさ、それに気づいてほしいということを言ってるような気がします。すごくなんかこう対日本レベルとか、そういうのじゃなくって家族レベルのことを言ってる。なんか気づいてっていうこととありがとうっていうこと、そのことを今回はとても感じたような気がしました。なんか今回3種類のカードで見させていただいたんですけれども、もちろんこの動画で不快になってしまったりとか、悲しい思いをされる方もいらっしゃるかもしれないけれども、私は家族の愛というのを、すごく伝えたいなと、思いました。以上が本日のリーディングとなります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。